古くから修験道の聖地として知られ、多くの神社仏閣の立つ神聖な霊峰の一つ、徳島県三好市にそびえる剣山。西日本で2番目の高さを誇るこの山には、多くの謎が隠されていることをご存知でしょうか。その謎の一つが、ご存知の方も多いのではないでしょうか。ソロモンの秘宝、契約の箱、アークが眠っているのではないかというお話。今回はアークと剣山における関係性についてご紹介したいと思います。それでは早速見ていきましょう。ユダヤ教やキリスト教では聖筆と呼ばれるアークには、預言者モーセが神から与えられた十戒石板、アロンの杖、マナの壺が収められていたそうです。さらに、アークは贖罪の日に行われる儀式でも重要な役割を果たしました。その他にもアークは、驚異的な力を秘めていたと言われています。アークを担いだ祭司たちが、民の先頭に立ってヨルダン川に足を踏み入れると川の水がせき止められ、川を渡ることができたとされ、また、城壁によって固く守られているエリコの町の攻略を神から命じられた際、契約の箱の不思議な力によって城壁を崩すことができたと伝わっています。その後、古代イスラエルのソロモン王が建立した第一神殿の至聖所に安置されていましたが、その時にはアロンの杖とマナの壺は取り除かれ、十戒石板のみが収められていたと伝えられています。そしてその後、イシュタル門や空中庭園でもよく知られるネブカドネザル2世率いる新バビロニア王国によって侵攻された際には、アークは忽然と姿を消していました。失われた経緯は今も不明のままです。一説によると、エルサレムの預言者イザヤが、近日中にエルサレムが陥落することを預言によって暗示し、一部のユダヤ人たちと共に聖筆と財宝の一部を持って密かにヨルダン川を下り、エルサレムを脱出したという説があります。失われたアークのその後の所在については様々な説がありますが、その中でも根強く信じられている説として、それは日本の剣山に隠されているというのです。まずは剣山と古代イスラエルの関係性について見ていきましょう。以前、日中同祖論の動画でも取り上げましたが、日本と古代イスラエルの文化には多くの類似点が存在します。例えば神社ですが、これは古代イスラエルの神殿の作りとよく似ているのです。他にも、日本の山伏の姿と、古代ユダヤの祭祀を行うヒラクティリーの格好もよく似ていますね。頭に被る烏帽子や白を基調とした装束はその関係性を思わせます。そして、そんな山伏の聖地とされるのが、この剣山です。剣山には多くの神社仏閣がありますが、中でも特徴的なのが、岩坂神明神社でしょう。この神社は、普通の神社とは姿が大きく異なった遺跡であり、南を正面とした3つの入り口と5つの基壇があるのみという場所。見比べるとわかるのですが、この神社、古代イスラエルの幕屋と作りがよく似ているのです。また、前イスラエル駐日大使のエリ・コーヘン氏も、大和大国玉神社の神門とユダヤ教の燭台であるメノラーが酷似していると発言しています。このように剣山と古代イスラエルには偶然では片付けられない多くの共通点があるのです。前述したソロモンの秘宝アーク。これは契約の箱や聖筆とも呼ばれています。中に収められていたとされる十戒石板、アロンの杖、マナの壺とは一体どのようなものなのでしょうか。十戒石板は預言者モーセが神から与えられた10の戒律が刻まれた石板です。ユダヤ教、キリスト教の教えの原本に値するものだとされており、この存在を知っている人も多いでしょう。アロンの杖は、モーセがエジプト脱出の際に海を割ったあの杖。マナの壺は食べてもなくならない神聖な食料が収められているとされます。つまりこれらなくして彼らは約束の地カナンへはたどり着けなかった。すなわち日本人の三種の神器のような価値があるものです。ではどうしてそんなソロモンの秘宝アークが剣山に隠されているという仮説が立っているのでしょうか。古来より山岳は特別な場所として信仰の対象にありました。旧約聖書のイザヤの書にもどの山よりも高い場所という一節があり、これも山岳信仰の現れだと見ることができます。剣山は標高が高く、
山頂に登れば淡路島や海までも一望できる山岳です。たとえ外国からの渡来者であろうと、この土地に神秘性を見出すことでしょう。現に多くの神社仏閣が剣山には建てられており、先にも述べた通り、古代イスラエルとの関連性が見られる痕跡も存在しています。また、7月に行われる剣山本宮剣神社例大祭ですが、これがアークとの関連性があるのではないかと言われています。この祭りは、神輿を担いで剣山の頂上に登るという祭りなのですが、この神輿が実はアークと形が酷似しているというのです。その詳しい類似点については日幽同祖論の動画で解説していますので、興味がありましたらご覧いただければ幸いです。アークに似せた神輿を剣山の頂上にまで運ぶ。これには何か隠された意図があるように思えてきますね。剣山にはこうした古代イスラエルとの関連性の他にも、三種の神器の一つである草薙の剣が隠されているという言い伝えもあります。平家の乱の際、入水した安徳天皇と共に海に消えてしまったとされる草薙の剣。これが剣山の麓に埋まっているとすれば大きなニュースですよね。そういった多くの秘宝が眠るとされる剣山には多くの採掘者が挑むことになりました。その中の一人として、1936年に剣山にてアークの秘宝を探索する剣山調査隊が発足。聖書の研究者でもある高根正則氏がヨハネの黙示録にある予言の一節が四国と剣山を指しているとして、彼を中心としたチームが発掘を行っていくことになります。彼らがどこを掘り進めたのかというと、剣山の名物でもある鶴岩、亀岩の下でした。ここを131メートルほど掘り進んだところ、とあるものが発見されます。巨大な球体型をした太陽石です。さらにその4メートル奥でも同じ球体の岩を発見。さらには、大理石でできたアーチ門や高さ15メートルほどのピラミッド型の空間までも発見したというのです。その後の発掘については、当時は戦時中であったため、資金繰りの問題により断念。同時に政府によって、剣山の発掘作業にもストップがかけられた上、発掘したものもほとんどが押収されてしまったというお話もあるそうです。そのため証拠がなく、その真偽を確かめることもできなくなってしまいました。そんな高根市同様の大きな発見をしたのが、元海軍大将である山本英介氏です。山本氏は高根市の採掘跡を探し当てそこからさらに発掘を進めたところ、1952年の8月に100体のミイラを発見したと伝えられています。その知らせを受け、アメリカ陸軍第24師団第19連隊が同年10月に極秘の発掘調査を行い、問題の空間を発見、ミイラを確認しました。ただそのほとんどが土くれで、ミイラとして確認できたのは8体。すべてが女性であり顔には入れ墨が入っていたのが確認されています。このミイラについては、アメリカ軍が副葬品と共に回収し隠蔽されているため、真偽は不明ですが、顔に入れ墨が施された女性。皆さんもいろいろ思うところがあると思いますが、真相は現時点では闇の中です。今後の究明が待たれますね。その後、1964年に剣山は国定公園に指定され、発掘を行えなくなりました。なぜ政府はこれ以上の採掘を禁止にしたのか。ただの自然保護が目的なのか、それとも隠したい何かが地下に埋まっていたのか。失われたアーク以外にも多くの説を残す剣山。ロマンを感じてしまいますね。先日した話で、神輿はアークがモデルになっているのではという類似点を取り上げました。剣山本宮剣神社例大祭が行われる同日の7月17日、日本では他に大きな祭りが開催されています。それが、日本三大祭りの一つ、祇園祭です。祇園祭では、山鉾巡行と呼ばれる派手な装飾を施した山車が街を巡回する催しが有名です。ただ、この山車に施された装飾の数々をよく見てみると、旧約聖書に記述されてある一場面を描いた絵が多く飾られています。気づいてみれば、とても不思議な光景です。祇園祭の山鉾連合会理事長も、
間違いなく日本と古代イスラエルには関連性があるとも明言しています。もしかすると、アークを祀るための糸を含んだ行事であるのかもしれませんね。いかがでしたか？剣山にアークが眠っているかどうかについては、まだまだ検証の余地はあるとは思います。現在は採掘禁止となっているのが、なんとも惜しい気がしますね。先に紹介した鶴岩、亀岩の下を掘った採掘隊の話に戻りますが、どうして彼らはこの下にアークが隠されていると推測をしたのでしょう。それについて鍵となるのが、あのかごめ歌だとされます。かつては剣山と呼ばれた剣山。鶴と亀が滑ったは、鶴と亀が滑ったと解釈されるとも言われ、ヘブライ語で鶴亀は守り神や守り岩の意味になります。また、かごめ歌をヘブライ語で読み解くと、アークについて言及した内容になることは以前当チャンネルでもご紹介した通り、すなわちかごめ歌はアークのありかを示す歌だと彼らは考えたのではないでしょうか。その他にも謎が多く残されています。剣山自体が邪馬台国であった説や、高間ヶ原であったとされる説、数々の遺構が発見されている背景から、カッパドキア級の地下都市が今も存在しているとされる説や、剣山自体が人の手によって作られた人工山、ピラミッドである説、空海が剣山の真実を隠す、または守るために四国88カ所霊場を設けた説など、ワクワクするような話がたくさんあります。火のないところに煙は立たないとよく揶揄されますが、真実はどうなのでしょうか。今後真実が究明されるかは定かではありませんが、そんな考察を楽しみながら古代に思いを馳せ、次の世代にも伝えていきたいものですね。ご視聴ありがとうございました。